皆さんこんにちは。茶バラが始まりました。茶バラとは、お茶を楽しもうをテーマに、お茶に関する様々な情報をお届けする番組です。早速、お茶を飲みましょう。まずは、お茶碗を温めます。今日は抹茶をね、立てようと思います。抹茶は、本当はね、簡単に立てれるんですよ。ただなんかね、お茶碗というかお茶碗がないないだとか、この茶道具がないであったりとか、あとはね抹茶がやっぱり高いっていうイメージがやっぱりあると思うんですね。でも実はね、そんなに気にするほどですね、高いほどないと思ってるんですよね。このだいたい 2g くらい使ったとしたら 40g でしたら、20回でしょ。2000円だったら1杯100円なんですよね。でそう考えると1杯100円といえば、普通にペットボトルのお茶もコンビニで買えばね、自販機で買ったとしても150円とかするじゃないですか。だからそういうことを思うと全然ね、高くはないと思うんですよね。ただやっぱり1回で買う値段がね、2000、3000円っていう、僕はいつもお勧めしてるのは、だいたい1缶 30g、40g、2000円以上っていうのをお勧めしてるんですけども、やっぱり美味しいんですよね、ある程度値段あった方が。なのでそういう抹茶だったらどういう立て方をしても大概美味しいんですよ。なのでそういういい抹茶をね、ぜひ飲んでいただきたいと思ってるんですけども、本当にね簡単ですよ。こういうもうポイントはね、やっぱりお湯の温度を上げすぎないっていうことなんですよ。できるだけ低い温度で、立てるっていうのが結構大事です。ただ低いとやっぱりね、抹茶は美味しく感じられないので、そのあたりの調整が結構難しいんですけども、茶碗をしっかり温めるであるとか、そういうことを意識してあげれば結構ね美味しくは、立てれます。でこう茶筅で立てるのもね、慣れなんですよ。でこう立てた時点でこう止めてそのまま飲むっていうのもあるんですけども、ここがねやっぱり表面がすごく大きい泡がたくさんあるじゃないですか。ここでもうしばらくね我慢して時間をかけてあげれば泡消えていくんですよ。どういう風にすればいいかっていうと、この持っているところをちょっと高く、気持ち高めに上げてあげて、表面近くにこの茶筅を持ってきた状態でしばらくね動かしていると大きい泡が消えていくんですよ。でこれはある程度時間をかけてあげた方が消えやすいので、スピードもあまりゆっくりすぎると消えないですし、あまり速いとまた泡が立つので、そのあたりはしばらく何回かやってるとその調整はできるようになってきますから、この表面を揃えるというか綺麗にしてあげるということをちょっとね、だいたい30秒1分くらい余計に使ってあげれば美味しく立てれますので、ぜひですね皆さんにやっていただきたいと思うんですけども、ほら結構いい感じじゃないですか。ではいただきます。美味しい。では早速初めのコーナーに行きましょう。最初のコーナーはボテを修理するです。それではどうぞ。はい、しばらく開けておりましたボテをですね、
修理する続きをやっていきます。これ使う和紙なんですけども、これなんと明治29年のものですね。これ和紙自体は120年以上前のものなんですけども、ボテもね、なんだかんだ言ってこれ100年くらい経ってるやつだと思います。なので、こういう古いもの同士で、また使えるように新しくしていくっていうのはすごくね、ロマンがありますよね。はい、こっちはだいたい完成しましたね。そんな感じで、これ出来上がったら何に使うかというとね、手もみの、手もみをするときにちょっとお茶を置いておく場所とか、あと出来上がったお茶をですね、仕分けするときに使おうと思ってます。2枚目完了です。これやりだしたらね、どんどんハマって楽しかったですよ。あっという間に時間過ぎました。はい、できました。はい、柿渋を塗っていきます。柿渋っていうのは昔からある殺菌防腐作用のある塗料として使われてきたんですよね。でこれ臭いんですよ。どういう匂いっていうかっていうと、ちょっとね酸っぱい感じがして、なんかねちょっと腐ってるのみたいな、そういう匂いがします。で何回かね、塗り重ねることによって表面にツヤが出てくるんですよね。でこれ面白いことに、太陽に当てると色が濃くなるっていうことらしいんですよ。なのでこれしっかりとね太陽に当てておきました。で実際3回塗っただけでもこんなに濃くなったんですよね。であとはね、匂いが取れるまでこの状態でしばらく置いておきます。で手もみ用のね台であるホイロも和紙がだいぶ破れていたので、それも修復しました。でこれでまたねたくさんお茶も見たいと思います。ではお茶の仕事に行っている修和園で使っているボテもですね、これ年季が入っているんですけども、もうボロボロになっていたので修復しておきました。結構ね手荒く使うので穴が開いたりボロボロだったんですよね。でこれもね和紙を貼って柿渋を塗ることで随分ね強度も増して今年も大活躍してくれそうですね。はい、今日のお茶をもっと美味しくは京番茶を入れていきます。で京番茶って言ったらいろんな入れ方があるんですけども、急須で入れるっていうよりかはどちらかというとやかんで煮立たせるイメージが大きいんですよね。でそのやかんで煮立たせる時間をどれくらいの時間煮立たせたら方が美味しいのか、もしくは煮立たせない方が美味しいのかっていうのも含めてですね、今日は実験したいと思います。で用意したのはやかんに、500ml の水を入れて、でそこに 10g、 こちらですね 10g のお茶の葉を入れます。でそれで、とりあえず沸騰させます。やかんを沸騰させた直後にお茶の葉っぱを入れて、でそれからですね時間を1分ずつ上げていって、どれくらいで美味しく入るかっていうのを調べてみたいと思います。では早速やっていきましょう。でいつもはね沸騰させてお茶の葉っぱを入れて、そのまますぐに火を止めて冷めるまでもうしばらく一晩ですね、置いておくっていうパターンも多いんですけども、とりあえずそうすると時間がね、よく分からなくなってしまうっていうか、どれもあまりにもパラメータが大きくなりすぎるので、とりあえず煮立たせる時間で今日は調べてみたいと思います。沸騰してきましたね。はい、じゃあ入れます。そしてスタートさせます。でまずこのままね蓋をした状態でちょっと火にかけて、
まずは1分煮立たせてみましょう。はい、1分経ちました。熱いのでね、ちょっともうこのまましばらく置いておきましょう。はい、2分経ちました。はい、3分経ちました。はい、4分です。はい、5分経ちました。で、これ沸騰させて1分後、2分後、3分後、4分後、5分後と、こう5種類ありますね。で、このね、急須で、入れてみてっていうのもちょっと比較用に、考えてみましょう。3g にお湯は 100ml ですね。45秒で入れてみましょう。見た感じ薄いな。はい、では改めましてですね、これが急須で入れたもので、これが1分間、急須1分5分とこう比べてみると、1分の方がやっぱり色的には薄いですよね。2分までは結構透明感がありますね。急須のものをとりあえずじゃあ飲んでみましょうか。飲みやすくて美味しいです。沸騰させて1分間煮立たせた京版茶です。甘みがあって美味しいですね。急須で入れたものもすっきりしてて美味しいといえば美味しいんですよね。でも煮立たせた方がしっかりと味が出てるっていうのが分かります。じゃあ2分。1分に比べたらちょっとね、えぐみが出てますね。1分の方が美味しいですね。では3分。ちょっとのっぺりした感じですね。2分と比べるとなんか味にフレッシュ感っていうのがないです。1分の方が一番甘みがあって美味しく感じますね。では4分。4分は渋みが前に感じられます。なんかグツグツ煮立たせたなっていう味がしますね。これが美味しくはないですね。では最後に5分。5分くらい煮立たせるとね、なんか漢方っぽいというか、煎じてる、なんて言うんですかね。違う飲み物っていう感じがします。なんかお寺とかで飲みそうな、なんか勝手なイメージですよ。勝手なイメージですけども、美味しいっていうもの、美味しさ、甘みとかは、甘みはフレッシュ感っていうのはないです。多分ずーっとね、夜間とかにストーブとかの上に、置いててなってる状態だったら、こういう味になるんでしょうけども、1分と比べるとすっきり感が違うんですよね。でこれもその違い、これ見てもらったら分かると思うんですけども、濁りがあるんですよ。5分ってこれ見えてるかな、こうかな。
かな。これが5分でこれが1分です。で透明感がやっぱり違うんですよね。で透明感があるほどやっぱり味はすっきりとクリーンな味わいになります。なのでこういう急須で出してもねフレッシュでいいんですよ。とりあえず分かったことは、煮立たせる時間っていうのはあまり長くない方がいいということです。はい、以上です。同じ品種でもこれ手摘みの円なんですけども3センチくらいの出てますが、こっちね針の茶園はまだ何も出てきてないです。これはね、春に買ったからまだ出てくるまで時間がかかってるんですけども、手摘みと狩りの茶園の違いとして、摘む時期が狩りの茶園の方が遅いというのはこういうことなんですよね。もう芽が出ている手摘みの茶園に対してまだ芽が出ていない、こういう違いがあります。はい、ということで茶バラ、第3弾ということで、いろいろ研究したんですけども、どうだったでしょうね。京番茶は、煮立たせて1分間すぐに出すということを考えると、やかんに入れて煮立たせて1分間が一番良かったっていうのが分かったっていうのは結構ね僕の中で、驚きでした。なかなか京番茶ってあらかじめ作っておいてそれを出すとか、あとは急須に入れて出すっていうことが多かったんですけども、やっぱり急須に入れるとね美味しいっていうかほのかな味で薄いって感じることが多かったので、やかんで煮立たせて1分間ちょうど、500ml の水に対して 10g を1分間っていうことでちょうど美味しく甘みが出るっていうのが分かったのが結構大きかったです。なのでこうやってねいろいろ研究できるっていうのがこのお茶について楽しさというかね面白さっていうのがすごくあるので、そこのあたりをですねどんどん広めていきたいなと思っております。はい、さあそれでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。